見てください、この黒。メガドライブの16ビットって書いてあるあの部分よりも黒い黒です。自動車メディアでフリーランスライターをしております永田圭一と申します。昨年2018年はトヨタのビップカーであるセンチュリーが20年ぶりにフルモデルチェンジされたということで、自動車メディア一般の方含めかなり注目を集めましたが、それを機にふとその前に約20年間生産されたこの2代目センチュリーという車をふと振り返ってみると、この車もなかなか見どころがたくさんある車です。2代目センチュリーが何がすごいかと言いますと、まずエンジンは日本車としては最初で最後と思われる5リッターの V12 エンジンを積んでおります。駆動方式は FR です。その他ですね、センチュリーは特にトヨタ車としては異例の手作りで生産されることや、塗装なんかもものすごい手の込んだものになっているとかですね、こういった高額な車だけにおーという装備が山のようにあります。はい、フロントを見てみましょう。この堂々たる幅はですね 1890mm です。 SUV なんかを筆頭に幅がバンバン増えてますから、今では珍しくなくなりましたが、当時の国産車としてはすごく広いものでした。だいたいですねオーストラリアアシカ、これのメスがですね体長 1.9 メートルぐらいですから、ちょうどオーストラリアアシカぐらいだと覚えてください。前幅が1890ミリある2代目センチュリーですが、フェンダーミラーの場合ですと、実は測ってみるとミラートゥミラーと言われるミラーのここから一番向こうまでの幅というのは1960ミリしかありません。これが実質的な車の前幅になるんですが、1960ミリというのはコンパクトカーより狭いぐらいです。それに加えてフェンダーミラーだとこれが横幅のかなりの目安にもなりますんで、狭いところでも結構乗りやすいです。ミラーの張り出しが大変小さいので、真後ろから見たり真後ろから撮った写真を見ていただくとミラーが全く見えないぐらいです。はい、サイドに回ってきました。サイドから見たフォルムはですねトラディショナルな一言です。注目してほしいのはリアに行くに従ってこうラインが上がっていくですね今時のウェッジシェイプではなくて水平を基調にしています。なおかつトランクとボンネットの長さが見た目にほぼ等しい感じ、そして C ピラーと A ピラーの角度がそれぞれ等しいような感じになってまして、全体で台形のフォルムになってます。これはですね富士山をモチーフにしてデザインがされたということが言われています。センチュリーにはリアのエアサスの車高調整機能があります。オンにしてみます。このこうというスイッチを押すと上がります。ではやってみます。今ノーマル車高ですが、だとちょっとお尻をこう自分で沈めるように乗り込む感じになるんですが、このように車高を上げると乗降が非常にスムースになります。はい、全国のテールライトは宝石みたいに光った方がいいよね党の皆さん、お待たせしました。これがそれです。まるで宝石みたいに光ってます。ほらピカピカでございます。これは中期のですね LED テールライトに換装しています。もちろん純正ものです。はい、そしてこのバンパーの下段の部分がメッキになっていることに注目です。この部分がメッキになっている車って珍しくないですかと思ってふと見渡すと、実はボディ外周ぐるりとですねボディの下の部分は全てメッキになってます。V12 エンジンからの排気はですねこのようにバンパーの下に隠されたように配置されている2本のマフラーから出されます。センチュリーのトランクですが、これは何かと言いますと、このようにしてタオルを干しておくものです。ウエスハンガーという正式名称なんですが、ハイヤーの運転手さんが止まっている時にやってらっしゃる時がことを見るかもしれません。
その他目立つところとしましては、これは何かと言いますと、こういう車に入っている、昔入っていることがよくあったと思いますが、毛羽たきを入れるケースです。この毛羽たきは安物です。そしてこちらには工具箱です。結構立派です。でこれは何かと言いますと、センチュリーは、電磁式で給油口が開くんですが、毎日故障した場合にこれを引くと開きます。これは何かと言いますと、これ自体にはあんまり意味がなくて、大昔のこのロゴを見ても分かる通りの、トヨタのディーラーオプションか何かの愛車 Z の箱だと思います。これは単なるネタです。で本来センチュリーは結構立派な、こういう箱が、あるんですが、確かに立派に結構使えるものなので、私でこの車最低4人目のオーナーなんですが、誰かが持って行ってしまったようです。そして広さに関してですが、もちろんこれだけ大きい車なんで広大ではありますが、すごく広大かというとそれほどでもないのかもしれません。それはなぜかと言いますと、この当時の車ですので、燃料タンクが後席背もたれとトランクの間、この辺りにあるためなんですね。ちなみにここには95リッターの燃料タンクがついております。私は自分のお金で満タンにしたことはありません。動物だったらニホンカモシカが1頭は入るぐらいの広さはあると思います。トランクを閉める際にはイージークローザー、途中まで閉まれば引き込まれる装置がついています。やってみます。このように静かに閉まります。19年経つ車ですが、まだちゃんと機能していることを褒めてあげたいと思っています。中田さん、何やってるんですか？何やってるんですか？これ鏡代わりに使うものでもあるんです。センチュリーの外装で一つポイントなのはこの C ピラーです。ここの塗装に一番力が入っていると。それはなぜかというと、要人の方が降りられて、建物の中に行く前に、ここを鏡代わりに一旦して入っていかれると。そのためにきれいになっているそうです。よくドアの開閉が高級だって言うじゃないですか。これはでも確かに高級だし重々しいんですけど、その重さが次元が違います。かなり重くて、よいしょってやらないと開かないぐらいものすごい剛性感があります。なんでこんなに重いかというと、普通の高級車は高級にしてドアの閉め音も良くするためにもちろん重く作るんでしょうけど、究極やっぱ自分で開けるんですよね。だからある程度軽くなきゃいけないっていうのもあるんだと思うんですが、センチュリーはもちろん誰か他の人が開けてくれますんで、開閉の時の軽さよりもですね、とにかくしっかり作り込むということが前提なんじゃないでしょうか。音がすごいです。後席ドアには、閉める際のイージードアクローザーがついています。はい、そしてまた乗り込む時に気づくのがこのサイドシルの部分ですね。ここの段差、サイドシルの段差、そしてフロアとの段差がほぼないんです。これはもちろん乗りやすさを優先してのことだと思います。想像してましたがやっぱりふかふか、非常に座りやすいです。またですね、普通に腰掛けるとこのように顔が隠れるような設定になってます。これは要人はやはりですね、顔を探すということがあまりないようにという配慮だと思います。まずルーフに、後ろの要人用の時計があります。これが、鏡です。これに、コートなどをかけるのに使うものと、照明が、この2つが、読書灯になります。で、後ろ側は、明るさの調整もあります。ここには、長い、アシストグリップがあります。カー巻きですね。そして、C ピラーには、要人が、お休みになった場合に、快適に過ごせるようだと思うのですが、ここには、枕的に使える、ものがある、おもてなしがあります。センターには、コンソールタワーがあります。エアコンの吹き出しがあって、
物入れがありまして、この車は、モニターがない仕様なので開いておりますが、前後にモニターがある車ですと、初めのモデルですと VHS のデッキ、後半になると DVD のデッキがつきます。そして、ここを開けますと、モニターが前後ある車ですとモニターがつきますが、この車はありません。その代わりではありませんが、ここに書いてある通り、もう何年前に亡くなったものかも忘れましたが、FM 多重放送、見えるラジオと言われたものが、映っておりました。でこのリモコンで、この画面を変えることができます。カップホルダーはここです。アームレストを開けますと、このようにたくさんスイッチが、ついております。なおですね、このセンターのアームレストにあるこの木目のパネル、このように曲がりくねった木なんてあるわけないので、これって偽物なのと思われがちですが、実はこれ本物です。このパネル、そして斜めの部分のパネル、そしてまたこの下の段のパネルなどですね、非常に多くの分割がされた木のパーツを組み合わせて作って、最終的にこのような成形にしているというですね、ものすごく手の込んだものです。これを作ったのはなんとヤマハです。ヤマハがなんで木目って思うかもしれませんが、ヤマハといえば楽器メーカーでもあるわけですよね。ですからノウハウが豊富なんです。リアシートの調整機構を、紹介します。左側でデモンストレーションしますが、リクライニングも伴う前後調整、ヘッドレストも動きます。ここには、後席から、エアコンとオーディオをコントロールできる機能がついております。そして会議の模様などを録音したテープを聞くためにあったんでしょうか、センチュリーとロゴが入ったウォークマンがついております。センチュリーのリアシートで、特徴的なのがこの部分です。これは何かと言いますと、この通り、靴べらを、入れるものなんですね。靴を脱いでくつろがれた後に、靴を履くために、使うんだと思います。リアシートからも、助手席を、コントロールできます。ちょっとやってみます。そして、センチュリーの、ハイライトの機能の一つかもしれません。助手席を、ヘッドレストをこう倒して前方視界を確保できる機能とですね、そして助手席の背もたれが貫通して、足をドーンと伸ばせる、機能もあります。足の臭い人だと今だったらパワハラになるかもしれません。これがリフレッシング、マッサージ機能的なものですが、ちょっとオンにしてみます。こうブーンという振動が来てまして、ちょっとは疲れが取れるかなというところでしょうか。はい、木目がふんだんに使われたインパネです。この木目はですね、すべて正真正銘の木です。はい、トランスミッションは4速 AT になります。はい、ドライバーズシートはたっぷりしたサイズを持っています。そして助手席はですね、このように運転席側からスライドができます。このようにリクライニングも運転席側から可能です。運転席部分には、パワーウィンドウのスイッチ、しかし漢字表記ですね。これはですね、シートベルトアンカーの上下するためのボタンです。ここを触ると、このようにシートベルトアンカーが上下します。またシートヒーターは後席にのみ備わっており、このスイッチでオンオフをします。はい、このようにエアコンの操作パネル、エアコン強弱自動、
切り替え、入り切り、そして助手席の温度調整なども含めですね、とにかく日本語のラッシュです。漢字ばっかりです。全体に日本語が散りばめられていますので、車好きの技能実習生はですね、この車に乗れば日本語が覚えられると思います。はい、そしてドアの開閉のためのノブもですね、木目があしらわれた豪華なものです。このように引き上げて使います。さらに、運転席はもちろん各ドアに、1個ずつですね、このように灰皿がセットされています。表面の部分は金属ですね、ヘアライン仕上げになっています。これは、見ての通りのアナログ時計がドーンとあるんですが、センチュリーは基本的には、カーナビのついた車がほとんどかと思いますので、この時計の個体というのは比較的希少かと思います。このオーディオなんですけれども、この音上というスイッチちょっと注目してください。どういうものかと言いますと、これは音上というのは聞こえる範囲が変わるスイッチです。これは全席のみです。そのため仕切りが入ってます。これは全席有線なんで少しは後ろにも音が伝わってます。これは普通に乗員全員が聞こえるモードです。でワイドというのはちょっとコンサートホール風な感じになるモードになります。ここにはアームレストに使えるところがありまして、ここにセンターコンソールがあります。この蓋は本当の木です。でこうスライドしてオープンクローズドになります。センチュリーのメーターはちょっと変わってます。まずスピードメーターがメインでデジタル表示になります。この種の車ですのでタコメーターというのはパワーもある車でほとんどもう重要視されないものなので、数字ですね、1000回転とか2000回転という数字で表示されています。それでそのタコメーターが映るところはですね、スクロールというボタンを押すと各種機能のチェックのボタンになっています。それで万一トラブルがどこかに起きた場合にはそのトラブル箇所が表示されるというものになっています。外で聞くとエンジンかかるときにセグの後のエンジン音も聞こえたんですが、車内はエンジン音聞こえないですね。セグの音だけ。このエンジン音聞こえないというのは結構この車のハイライトかと思うんで、確認してみてください。わかりました、はい、今車内はほとんどエンジン音はしません。500回転で完璧に安定しています。V12 エンジンは、実はですね、私が思ったよりは、エンジン音がしっかりするなという感じがします。奥の方でですね、低い声でこううなっているような感じで V12 が回っています。この V 型12気筒エンジンなんですけれども、もともとですね JZ 系の6気筒エンジン、これを2つ組み合わせたような構造になっています。で実はこのエンジンにはですね、片バンクで何かトラブルがあってエンジンが停止した際にももう片バンクだけが動いていれば支障なく走ることができるというエマージェンシーシステムがついています。最近流行りのエンジンの働き方改革こと気筒休止システムではなくてですね、あくまでも緊急用の対策だということです。ただですね、この片バンク停止に関してはちょっとグレーな部分もあってですね、永田さんによると走行中に片バンク止まっているようなフィーリングになる場面もあるということです。サスペンションはこれ前後ともダブルウィッシュボーンでエアサスが組み込まれています。とにかくですね、その乗り味は当時のスカイフック理論が採用されているものであることもあってですね、とにかくフラットライドが保たれていてかつ柔らかな乗り味なので、KUMO 雲に乗ってるみたいな感じがあります。特徴的なのがこのブレーキなんですね。ブレーキもちろん効きはいいんですけれども、
最近の車に慣れてる感覚で踏んじゃうと、あれやばい、ブレーキ効かないって思うぐらいです。つまり G の立ち上がりを意図的に緩やかにしてるんだと思います。ブレーキの G で乗員が不快な思いをさせないようにというようなセッティングが働いていると思われます。はい、またこのステアリングを回した時のフィールが非常に独特です。ステアリングが非常に独特で、通常このぐらい回せば曲がるだろうと思った感じで回しても曲がりきってくれません。それはですね、センチュリーの車体が大きいからだけではないようなんですね。どうやらステアリングがスローに設定されているようで、かなりの回数回さないとステアリングが切れていきません。永田さんもおっしゃってたんですけれども、ブレーキ同様にこれは乗員を不快にさせないように車の動きを意図的にゆったりさせるためのものではないかということです。このような緩やかなコーナーを曲がるのにもステアリングをこんなに切ることってなかなかないですよね。すごく珍しい仕組みになっていると思います。スムーズに走らせるには、はい、コーナーのある早めに読んで、はい、早めにハンドル切っとくとか、はい、結構難しいです。この車スムーズに走らせるのは。ズバリ燃費どのぐらいなんですか？ですね、トータルして、はい、6キロ台真ん中ってとこですかね。割と走りますね。5リッターの V12、しかも20年前の車と思えば、はい、そんな悪くないっちゃ悪くないかなと。で高速道路を正しく走って、はい、8キロ台って感じですかね。そうですか。一番気に入ってるポイントってどこですか？どういう時とかありますか？こういう速度域がいいとか。気に入ってることは結構多いんですが、はい、高速道路を、はい、ほぼ流れか、流れより遅いぐらいで流してる時の何とも言えない気持ちよさっていうんですかね、分かりづらいと思うんですけど、例えると、飛行機とか新幹線のスピードを遅くしてこうピーッと走っていくみたいな、そういう時が一番走ってて気持ちいいと思いますよね。あとは、まず、V12 エンジンとか、各部のクオリティとか、いろいろ、自分の勉強として得たものがあったっていうことと、また周りの受けですよね。黒いでかい車で行きますからって言われて出てきたのはこれだったっていうのは、さすがに相手驚きますよねっていう。結構思い切ってこの車買ったんですよ。金額自体はそれほどでもないんですけれども、さすがにこう維持費とかかなりの重みがある車なんで、結構覚悟を決めて買ったんですけど、結構買ってよかったと思ってるんですよ。なんで、無理のない範囲で、やりたいと思ったことはした方がいいんだなっていうのが、この車に教えられたことの一つかなと思ってます。